こんにちは、東京ベジライフのなつきです。今日は前回の食べ物・食事編に続いて、自宅自粛生活で私が健康でいるためにしていることをセルフケアの面からシェアしていきます。お家でいる時間が長くなって健康でいるためにセルフケアとして私がしていること、その1は太陽の光に当たることです。人間は太陽の光に当たることによってがんの予防などでも知られるビタミン D が体の中で形成されることが分かっています。なので太陽の光に当たるというのは免疫力を高めるという意味でとても重要なのですが、そういったフィジカルな面だけではなくてやっぱりメンタルな面で日に当たらないでいるとどんどん元気がなくなってきてしまうんですね。例えば北欧の方で冬の間日照時間が少ないとうつの人が増えてしまうとか、私たちは普段の生活の中で仕事に出かけたりとか外に出るために日の光に当たっているので、あまり意識的に太陽の光を浴びるということはないと思うんですけれども、外に行かないでお家にいる時間が長くなると知らず知らずのうちにだんだんと元気がなくなってきてしまうということがあると思うので、やっぱり意識的に太陽の光に当たるっていうことが重要で、私の場合はお家にバルコニーがついているので朝意識的に外に出て、植物のお世話をしたりとか、あと午後にお茶コーヒーなどを飲みながら日光浴というのをしているんですけれども、外に出られるバルコニーがない場合でも窓の近くにデスクを寄せていってお仕事をするとか読書をするとか、そういうのでもいいと思います。セルフケアの2つ目としてなるべく体を温めるようにしています。外はだいぶ春の陽気になってきていて、普段であれば冬のように体を意識的に温めようっていう時期ではないと思うんですけれども、やはりこういう時なので免疫力を高めるためにもなるべく体を温めるようにしています。私はもともとシャワー派なんですけれども、しっかりとお風呂に入って、しかも朝お風呂に入るようにしています。朝お風呂に入るとすごくリラックスリフレッシュできて、いい形で一日のスタートが切れる気がするんですね。普段毎日会社に行っているので朝そんなお風呂に入っている時間ないっていう方で、もし自宅勤務になっている方がいらっしゃったらぜひ朝風呂を試していただきたいです。で、逆に夜寝る前はお灸をして体を温めてから就寝するようにしています。お灸はオンラインで購入できて割と手軽にできますし、体が温まるだけではなくてすごくリラックスできるのでおすすめです。セルフケアの3つ目として運動と瞑想をセットで行うようにしています。私は普段からほぼ毎朝結構運動量のあるヨガの練習をしているんですけれども、やっぱりこういう時こそ室内でヨガのマット1枚さえあればできてしまうヨガっていうのは、全身運動になりますし柔軟性も高められるのでとてもいいと思います。私は太陽礼拝から始まって決まったポーズをどんどんシークエンスでこなしていくアシュタンガヨガというものをやっていますが、アシュタンガヨガがちょっとハードコアすぎるという方でもオンラインでいろいろな、ワークアウト的なヨガとかもいっぱいありますので、ぜひそういうのを検索してやってみてください。で、あと私はそういういろいろなポーズをとるヨガの練習とセットで瞑想を行うようにしています。瞑想も本当にいろいろな種類があってやり方もたくさんあるのですが、今のように自宅で過ごす時間が長い時はイメージングをベースとした瞑想がおすすめです。イメージングは頭の中である光景を想像することで、例えばビーチを歩いているところを想像したり、森林の中で森林浴をしていることを想像したり、普段外でジョギングをしている方であれば公園の中をジョギングしているのを想像するのもいいと思います。私はヨガをして体を動かしてちょっと汗をかいた後にそういったイメージングをベースとした瞑想をすることでとてもリラックスできて、外に行けないっていうストレスを軽減できていると思います。セルフケアの4つ目は意識的に笑えるメディアコンテンツを選んで消費するようにしています。今テレビをつけると特にニュースなどは不安な気持ちになるような内容のものが多くなっていて、もちろん情報はある程度必要なので、朝と夜それぞれだいたい15分から30分ぐらいの時間はテレビをつけるんですけれども、それ以外はなるべくテレビをつけないようにしています。
何か大きなニュースがあればすぐに家族から入ってきますし、記者会見などは YouTube とかでも見れるので、その朝と夜のテレビですら、見なくてもいいかなと思っているのが正直なところです。そういうちょっと不安になるテレビをあまりつけないようにしているっていうのと、あとは Netflix も普段見ているジャンルとちょっと違うジャンルを見るようにしていて、普段犯罪もののドキュメンタリーとかドラマを見ることが多いんですけれども、最近は意識的になるべく笑えるコンテンツを消費するようにしています。笑うことでがんキラーとして知られる NK 細胞をはじめとした免疫細胞が活性化されて免疫力がアップしますし、笑うだけで笑顔でいるだけで不思議と気分もポジティブになってくるんですね。なので私は今在宅勤務になっている旦那さんと一緒に夜な夜な笑える映画であったりとか、何かポジティブな気分になれる映画を見るムービーナイトをしています。セルフケアの最後5つ目としてできることをするようにしています。お家にいる時間が長くなってきて、普段できていることがあまりできなくなったり、時間に余裕ができてくると自然といろいろと考えてしまって不安な気持ちになってしまうということもあると思います。私も本当であれば今月は結構イベントをたくさん入れていたので、忙しく過ごしているはずだったんですけれども、それが全部中止になって時間にある程度余裕が出てきたので、もちろんそういった新しくできた時間の余裕っていうのを、リラックスする時間にしたり、もうただただぼーっとする時間、休む時間にしても全然いいと思うんですけれども、私の場合は新しいプロジェクトを始めたりとか、自分で何かできることはないかなっていうふうに考えています。今まで読みたいと思ってなかなか読めずにいた本を読んだり、勉強したり、調べ物をしたり、ブログを書いたり、家にこもっているからこそできることがたくさんあると思うんですね。そういった小さいことでも何かしていれば、立ち止まらずに少しずつ前進しているっていう気持ちになるので、だいぶ心が軽くなると思います。ということで今日は外出自粛生活の中で健康でいるために私がセルフケアとしていること5つをシェアしました。食べ物、食事の面でしていることは前回の動画でシェアしていますので、まだ見ていない方はぜひ見てみてください。その他に私はこういったセルフケアをしているということがあればコメント欄でぜひシェアしてください。いつ終わりが来るのか見えない状況で皆様不安な日々を過ごしていると思いますが、体調管理に気をつけて心のケアも怠らずに心身ともにご自愛ください。それでは See you next time!